こんにちは。4G 初めから攻略パート19です。前回は集会所7を進め、ダラーマデュラを討伐しました。今回で上位クエストを扱う回としてはラストにするよ。上位の締めくくりとして少し特殊なクエストをやっていきます。じゃ、まずは団長との会話からいきましょう。はい、MH4 時代の村最終クエスト、団長からの挑戦状だよ。シリーズ恒例、闘技場フィールドで複数体と戦うクエストですね。ラージャンがいることからわかる通り、上位クエストとなります。最初は、これをさっくり攻略していこう。このクエは3体出現しているわけではなく、はじめ、オウガと激コーラーが同時に存在してます。下るの嫌なんで、煙を使っていきます。最初はオウガを集中狙いしていくんだけど、禁足地は狭くてラーに見つかりやすいから、なるべく離れて戦っていきたいね。さあ、初手2体に見つかるのは回避できました。少し待ってから突入すると、ラーに見つからないことが多い感じしたな。このクエのオウガは一応恐竜化しますが、複数飛ぶクエだけあって体力めちゃ少ないです。解除して数発殴ってたら終わると思います。にしても、このオウガちょっとでかいな。ちゃんとため当てきれればいいんだが。ラーの近くに行ってしまいました。ここは冷静に誘導しましょう。ラーに見つかると、しょうもないゲーム始まるからな。1対1に持ち込んで、撃破が大原則よ。どの武器でも相性いいと思いますが、オウガをさっさと仕留められる体験を持っています。その後のラーにはもちろん相性いいですしね。シャガルは合流してこないんで、最初の2対1状況をどう乗り切るかのクエだね。難易度はそれなりに高いと思うわ。MH4 時代はレギオス武器もなかったので、武器選びもちょっと窮屈ですしね。我々は当時毒片手で持久戦仕掛けてたと思います。体力低い敵には、毒とか爆破は有効だからね。特に、毒が輝ける機会限られてますしね。上位以下でないとなかなか。9割くらい極限のせいだけどなそれ。はい、そうこう言ってたら恐竜化です。帯電時は背中が一番柔らかいですね。こいつの最大弱点はよく覚えてるよ。一回、野良で頭狙って切れられたことあるからな。ああ、睡眠を頭起こししちゃったんですよね。ジンは背中起こしですってチャットもらいました。まだ極限オウが嫌いだった頃だよな。光線機会少ないととっさの判断に出るよね。今考えるとあれを定型文に入れてたってことですね。我慢できないほどやられてきたんでしょうね。クエスト中のチャットは定型文オンリーだったけど、定型文だからこそ個性出るんだよな。ネタばっか仕込んでたり、あるいは文句をわざわざ定型文にしてたり。我々は最低限の挨拶だけ登録して、あとは全部ネタ系に振ってましたね。全員でネタチャット連投するあの空気感、懐かしいですね。制限がある環境ならではの文化だよね。もちろん不便ではあるんだけどさ。3DS は下画面にタッチで文字入力ですからね。変換探すだけでも一苦労でした。でもな、不思議な空気感はあったよ。4人だけの空間だし、画面に占めるチャットがでかかったのもあってね。たまに味わえる野良の一体感に一役買ってましたね。ワイルズはたくさん人がいて流動的になりますが、その辺味わえるといいですね。
そうね。たくさん人いるのはいいんだけど、一人一人とのつながりはどうしても薄くなるからな。逆に、人数の多い部屋では、オンラインの敷居が下がるのがメリットですね。雑談してる間に恐竜化が解除できた。多分もう虫の息だと思う。さすがに、極限とある程度戦ってるんで、恐竜化は敵ではありませんね。そら、これでも食らえ。ナイスです。オフガは3分台で終わってくれました。あとは、怠慢を2回繰り返せば終わりだ。ラーは一応激高してますが、ぶっちゃけ普通のラーとほぼ変わりませんね。周回所より早いタイミングで戦えるのが特徴っちゃ特徴かな。周回所もハンターランク解放が必要とはいえ、解禁ランク自体は高くないですしね。そもそも、このクエスト自体が特定の素材集めには向いてませんし、レア素材の確率は高く設定されてるんだっけ？シャガルの攻撃出るといいな。ちょうど使う予定あるんですよね。あまり期待しないでおきましょう。そんで、激コウラーの話だけどさ、こいつ通常個体との差ってなんかあるっけ？専用素材がちょっとあるのはわかるけど。それこそ、常時怒り状態ってのが一番の特徴なんだと思いますよ。投機効果は怒り状態限定なのでいつでも使ってきたりとか。ああ、言われてみれば確かに、極限がほぼ切れてるイメージしかないから忘れてた。非極限は、効果しても後ろ足殴ればいいんで、強化状態と思えるかは微妙ですよね。純粋に下半身の軟化の恩恵受けられるしな。ボーナスタイムまである。それから、疲労状態もないはずですよ。これもあんまり実感しづらいですが。ラージャンの疲労状態ってかなり短いんだよね。疲労自体はちゃんと弱体化するけどさ。こう考えるとあんまり変化ないですね。肉質もほぼ一緒ですし。尻尾の氷耐性だけちょっと違うんだよね。激コウ時は 5% 多く通るみたい。ビビたる差だけど。同じような扱いの飢餓状は、腹が常に柔らかいのでお得感があります。飢餓状は怒ると腹が硬くなるけど、それでも弱徳が通る程度は柔らかいんだよね。ラーもそういうのあればよかったのに。この子は G 級装備がちゃんと強いですから、存在感は保ててますよ。ほら、さすがに楽勝ですね。今更ラー一頭程度ね。はい、終わりましたね。オウガとラーで6分台でした。どっちも3分くらいで片付いたか。レギオス体験強すぎ。シャガルは1分ちょい経たないと来ないので、剥ぎ取ってのんびりしましょうか。闘魂出たね。これ固有素材だよな。あら、2個出ましたよ。そんな出やすいですっけ？剥ぎ取りで 10% か。セミレア枠だね。説明文によると、これが力の源らしいです。激コウからしか取れないってことは、通常ラーより強力な心臓なんでしょうか。激コウは力の抑制ができない状態らしいけど、供給されるパワーが高すぎるのが原因なのかね。身の丈を超えて力がつくっていうのも怖いもんだな。背景でジャンプして遊んでるから、いまいち深刻な感じしませんね。ラージャンが消えていく。満を持してシャガルのお出ましだ。フィールドが暗くなりました。流れ変わったな。これ、特別感あっていい演出だよね。シャガル様専用の金属地って感じ。逆に、他の2頭がどう侵入したかは謎ですが、それは気にせず、シャガルに集中しましょう。やべ、早速ためミスった。体験1800回使ってまだミスるのか。たまにある手元が狂う日ですかね。オンガラーは調子良かったので頼みますよ。シャガルは頭以外狙っちゃいけないからね。確実に当てていこう。さて、最初のお祈りは、クリーンヒットだ。素直なシャガル、押せるぜ。抜刀技がないのでちょい火力不足ですが、体験自体の相性はいい方ですね。シャガルだけ考えると、今のスキル状況ではジャークの方が良さそうなんだけどね。オウガラーをさばく速度を加味して体験に落ち着いた感じだよ。ノウトウ術を抜けば抜刀技が入るんですが、立ち回りやすさを優先してますね。ノウトウ術って攻防一体のスキルだからね。これのおかげで逃げ切れたり、もう一発入ることが多いよ。ノウトウは 4G から注目された印象です。4時代は発動の余裕がなかったですからね。4は体験の必須3種で埋まること多かったからね。スシロの発掘引かないと、匠を切る装備を組む機会がそもそもなかったよな。4の環境もまた独特でしたからね。我々は匠城40の発掘体験ばっかり担いでました。
倍率230で毒の危険な。懐かしいね。あの頃の体験は、ガチで発掘以外に人権なかったよな。どうやってビルクエに入っていったか覚えてませんね。キック機能がないから潜り込めてたんでしょうか。生産でまともに使えたのは、ミラブレイドとクラッククリフだったっけ。両方とも切れ味がしんどくてな。その2本と比べると、レギオス武器の無敵っぷりがよりわかりますね。上位環境で匠を切れる恩恵が大きすぎます。スロ1が最初から空いてるのも偉すぎる。さすがはパッケージモンスの武器だ。パッケージの武器はとにかく手堅いですからね。安心感があります。一択になるとちょっと考えものだが、メインモンスの武器が強いのはいいことだよね。装備が強くないと影薄くなっちゃうしな。アルシュベルト君装備にも期待が高まります。あいつ何属性なんだろうね。見た目は無属性っぽく見えるけど。最近無属性のパッケージモンス武器ってないですよね。微弱だけど属性がつくことが多いです。逆に意外な属性でも面白いけどね。睡眠とか氷とか。ワクワクしますね。発売前にあれこれ妄想するのが新作の醍醐味です。ワイルズは復活モンスターも多いし、ローハンター的にも盛り上がれそうだ。さて、そろそろでしょうかね。素直に振り向け。いいですね。ダミサーフィニッシュです。よし、これで村6までは完全制覇だな。村クエ自体はまだ残ってますが、そちらは G 級を進めないと解放されませんしね。このクエは13分台で終わったか。まあまあ上出来なんじゃないか。ですね。さ、じゃあダンのところに戻りましょうか。
いろんな人からねぎらいのコメントもらえたぞ。ボリュームはちょっと少なめですが、その分多くの NPC からお祝いしてもらえます。ただ、全村の NPC と会話あるんで、さすがに尺の都合で主要キャラだけにしますね。この先は君たちの目で確かめてくれ。昔の攻略本みたい。NPC といえば、ちょっと気になる吹き出しあるんだよな。次は、そいつの話を聞いてみるわ。で、気になる NPC って、このアリーナにいる人ですか？序盤の方にさ、急に口調が変わったバルバレの武具販売するやついたじゃん。ああ、あの卵運搬の依頼の。あの後も同じようなこと言う奴らから、運搬クエが出されてたんだよ。しかも、全部クエスト名に秘密の卵運搬って入ってんの。で、今回この方からも秘密の卵運搬が依頼されたと。しかし今回は、いやいや依頼してるみたいだ。これまでと雰囲気が違うような。ちょっと不穏な空気を感じますが、とりあえずサクッとやってきますかね。おい、いろいろとんでもないことになってるぞ。交流ってことは、どう考えてもあいつですね。生まれちゃってるじゃないのって、我々は何の卵を運んでたんでしょうか。はい、ということで出ました。村唯一の近畿モンス、バルカンのクエだよ。ミラバルカンは、ミラボレアスの怒りが頂点に達し、赤く変化した姿と言われてます。こいつが生まれたのだとすると、誕生の瞬間から激おこだったのでしょうか。ムカチャッカファイヤーってやつ？ちょうど流行ってたの MH4 の頃だしな。炎を連想させるモンスターではありますが、それは関係ないような。さ、気を取り直して、ミラ原子を通り越してアシュとの戦闘になるが、ハンターランク70までやると投稿間に合わないんで、これで許してください。おいおい、いきなり突っ込んできたぞ。初期作オマージュやめろや。ポータブルあたりまでこれでしたっけ？開始時に棒立ちしてると、そのまま引かれて移りましたね。あの頃から一撃の威力はだいぶ下げられたね。攻撃速度とか動きは強くなったけど。初期作のミラ系は、ひたすら根比べでしたね。攻撃の対処より削り切る方が大変でした。MH4 でだいぶ仕様が改善されて、普通に面白いモンスターになったと思います。頭以外に柔らかい部位も出てきたしね。ちょうどいいバランスになったと思うよ。原種の話にはなりますけど、MH4 発売当時は盛り上がりましたね。発売初日にはチャットの予測変換で参戦がバレてて面白かったです。あの頃ならではのバレ方してたよね。トライ系列にいなかったから嬉しかったな。それ以降も何かと話題になってましたね。
武器に唯一紫ゲージがついたりとか。バルカンに関しては、改造ギルクエで出現させる悪い盛り上がりも一部ありましたが。あったね、キャンプにバルカンいるの。MH4 は特に不正系多かったからな。バルカンのイベクエもちょっと遅かったんですよね。発売から5ヶ月ほど経って配信されました。当時は武器の数がかなり少なかったから、純粋に爆破武器の追加は新鮮だったね。特にチャークは武器少なかったですしね。黒滅流順符はあまり強くありませんが。防具も優秀だったよな。ミラバルクローに凍傷ついててさ。リベリオン倍化のテンプレに組み込まれて、真打ち技物の発動が簡単になったね。シリーズでも一番凍傷が輝いてますよね。このくらいの発動難度がちょうどいいと思いますよ。MH4 は攻撃台と匠の両立自体そこまで難しくないしね。セカンド G やトライ G でも凍傷はありましたが、防具の幅が狭すぎて人気とは言えませんでした。防具の見た目も結構やばくて、セカンド G なんてミラルーツの着ぐるみだったしな。今作は発掘防具もあるし、その辺も自由になってよかった。さて、そんな凍傷人気に一役買ったバルカン君。怒ると全体的に軟化して戦いやすいです。柔らかいと言っても、倒すだけなら上質連打になっちゃうけどね。正面から尻尾に向かってぶち込めると、それはいいひるみを見せてくれるよ。MH4 以降は、2足歩行と4足歩行で異なった行動パターンを見せるのですが、厄介な4足歩行を一発で解除できたりするんで、上質は合ってますよね。特にこのクエは村ってのもあって、ステータスがかなり抑えめになってるから、過去のミラ系モンスター経験者は、拍子抜けなほど早く終わっちゃうと思うよ。一方で、お金やハンターランクポイントなどの報酬面は、ちゃんとバルカンに見合ったものになってます。G 級に昇格した後も、このクエ周回して金策にするの有効かもね。G 級になるとめちゃくちゃ金使うからな。武器1個の生産で10万飛ぶとかザラですからね。防具は最低限の強化でなんとかなりますが。4G は G 級序盤から強力な武器が揃うからね。今回も装備更新は積極的にやってくよ。にしても、ようやく上位も終わりますね。なんだかんだ9パート分使いましたか。もっと早めに終わるかと思ったけどね。上位クエ全部消化したわけじゃないけどさ。いよいよ 4G も本番って感じで、プレイしててもめっちゃ楽しいんだよね。進めるのも大変になってきますけど、引き続き頑張っていきましょう。さて、ちょっと時間経って、一旦一息つきたいな。戻り玉持ってきてるので、キャンプに帰りましょうか。ちなみにこのクエスト、2回目以降はキャンプからスタートするようになってます。所詮はムービーの関係で下始まりなんだよね。ちょっと初見殺し感あるよな。飛躍が支給されてるので、戻る価値は十分ありますね。マンドラゴラが充足するまでは、飛躍調合を回すのもしんどいからな。G 級の前に、村上位の依頼系クエスト、一通りやっておくのおすすめですね。吹き出しのクエストは、初クリア時にまとまった旅団ポイントがもらえます。村上位の依頼クエは数千とかもらえるからね。このクエストも6000くらいもらえる。それでもマンドラゴラ増殖2周分ですが、普通にクエこなしてるとなかなかたまりませんからね。我らの団は、竜の涙をもうちょっと評価してあげてくれ。モンスターの涙を液体状態で回収するの、それなりに価値ありそうですけどね。ああ、早く調湿当てたい。最初は瓶強化で様子見してましたが、調湿回してりゃいいじゃん状態になっております。とりあえず、細くて弱点が狙いづらいやつは、調湿打っとけっておばあちゃんに教わったからな。どこのばあちゃんですかそれは。ミラ系骨格は適当に打っても全部当たりませんからね。できれば正面から打ちたいですが。その機会がなかなか。あ、これは機会訪れたかもしれん。腹にぶち込みましょう。おお、終わった。何気に10分切れたぞ。類破壊は全然できてませんが、感覚をつかむ一戦としては上出来でしょう。さあ、しかし、ここから気が抜けません。剥ぎ取り切れるかギリギリです。とはいえ、ちゃんと9回剥ぎ切れる喜びを。初期作は9回はほぼ無理だったから。壁とか溶岩にめり込むのも日常茶飯事でしたね。MH4 からは改善されましたが。倒れる時の謎の風圧もあってな。何の嫌がらせなんだあれは。ガジューシュも攻撃判定出すやつがいたりするんで、モンスターの個性ってやつでしょうか。最後の最後まで自己アピールか。意識高い就活生みたいだな。何のこっちゃわかりませんが、とりあえず謎の依頼をクリアしました。
卵シンジケートの裏ボスとやら、一体誰なんでしょうか。裏ボス、一体何大長老なんだ。全部言っちゃってるやん。一部伏せないとネタになりませんよ。というかあの口ぶり、バルカンが卵から生まれたわけじゃなさそうだな。いずれにせよ、ろくな連中じゃないですよ。深追いはやめておきましょう。さてと、バルカン討伐したと言ったら、やっぱこれ作らんといけないっしょ。来ますか。MH4 後期のテンプレ装備。ほい来た。真打ち技物だ。これ、防具だけで完結する上に、リベリオン銅のスロット使わないんですよね。お守り次第ですが、もう一個くらいなら有用なスキルも十分発動できます。ちなみに攻撃力ダウンがついてるけど、これは発動しないから無視で OK だよ。我々のお守りでも火星1くらいなら発動できますね。G 級序盤も役立ちそうです。これ作ったということは、試し切りですか？いやいや、これはいわばお約束のようなもの。コンパートの締めは別の装備で行くよ。ほほん。これ、ディアフェカテリアも作っといたんだよ。ここに来て火の強属性ってことは、もう浮かむしかないですね。正真正銘、ラストの上位クエストだ。こいつで行かせてもらうぜ。最後だからって一番難しいわけではないですが、一応氷耐性をご飯でつけていきます。冷凍ビーム食らったら大変だからね。他につけるスキルもないし。それでは、上位最終、曲標に指すくすせし者、やっていきましょう。これが初極拳かな。レッツラゴー。さあ、オカム戦だ。こんがり焼いて差し上げよう。G 級昇格の試験ではありますが、このクエスト自体は普通の上位クエストです。ウカムそのものは強いモンスターではありますが、正直、ダラほどの特殊性はないです。ウカムの特徴は、まず全体的に物理肉質が硬いこと。ナズチみたいな肉質してるよ。唯一弱点なのは頭ですので、一撃が重い武器種はずっと頭だけ殴りましょう。ただその分、非属性が全体的によく通る。体もでかいし、上出物派が相性いいね。まあ、実は属性の通りに関してもアカムよりちょっと悪めなくらいなんですが、近づいた時の危険度はアカムより多少マシになってます。今回は、V 破壊とかは狙わず、ひたすら後ろ足を殴ってこかしまくる感じでいくよ。で、コールドウ面での特徴はこの先行突進ですね。判定が長いので緊急回避で少し避けづらいです。おすすめは気合い入れて横にダッシュだよ。意外と怒り値でもこれで避けきれる。攻撃頻度が高いのがだるいけど、体術をつけて緊急回避で飛び越えたりもできますが、あれはアトラクションに近いです。そうね、追いかければ上出打つチャンスになる。
早速、調出一発目からひるんでくれましたね。これは面白くなりそうです。後ろ足から腹に通す感じで狙いたいな。破壊後は火が20通るようになるらしい。この子は、初登場時からあまり変わりませんね。動きも対策もほぼ一緒です。今後も火属性でこかされまくるのかな。そう考えるとかわいそうになってきた。さすがに最新世代になったら変わりそうですけどね。まずは物理肉質柔らかくしてもらわないと。はい。ということで2回目、ひるんでください。おお、ギリギリですがひるみました。狙いはいいですね。足元弱すぎだろこいつ。もっと鍛えてきてな。つっても、非耐性を鍛えるの難しいでしょうね。こんなとこに住んでたら余計に。まあね、他のモンスターでも耐性を補ってるやつはいるけど、泥をまとったり、別のモンスターの皮をかぶったり、自分自身をどうこうしてるやつは少ないしな。ここは他の生物も少なそうですしね。餌とか大丈夫なんでしょうか。氷に含まれる物質がエネルギーなのかもね。岩食って生きてるやつもいるし。岩といえばグラビモスさん。ワイルズ内定おめでとうございます。あ、また倒れたよ。こいつ全然行動できてないやん。うまいこと、調出のタイミングが噛み合ってますね。強属性瓶ならではのひるみです。強属性の調出は判定出るのゆっくりなんだよね。起き上がりに重ねるといい感じ。さて、怒り時の先行来ました。気合い入れて走りますよ。避けられるけどギリギリだしね。下にカメラ向けると気持ちやりやすい気がする。壁際だったので緊急回避を使いました。なんとかしのぎましたね。しかし追撃が来る。お前のターンどんだけ長いんだよ。これ、ハラハラはするんですが、やることないんですよね。連発されると、ちょっとがっくりきます。市中版のワールドツアーとでも言おうか。何かしら止めるギミックが欲しいね。伝統芸能ではありますが、次回作で出るとしたら変わっててほしいです。おう、と思ったら跳躍も見せてくれる。陸に空に自由だな。で、早速潜りましたけど、自由が過ぎるのでは。こういうモンスだから仕方ない。地道に削っていくぞ。はい、例によってキャンプに戻りました。一息ついていきます。集会女仕様だから支給品しょぼいな。王宮グレートくれよ。王宮グレートあるとテンション上がりますよね。回復性能が全然違います。上位は普通に火ダメージ痛いからね。王宮薬じゃ全然追いつかん。さ、後半戦行きましょうか。地形が変化して壁に囲われたようになってます。ここは追いかけるの楽でいいんだけど、先行避けるのが少し難しくなるね。やること変わりませんしね。瓶貯めて調出、これの繰り返しです。尻尾切れたわ。ものすごいオーバーに吹っ飛ぶな。自分の尻尾がちょん切れたと思えば、妥当なリアクションだと思いますが、切断は全然狙ってないから、本体にはだいぶダメージ溜まってそうだな。かなり体力多めですが、このままいけば15分は切れそうですね。またひるみいただき、チャークの調出気持ちよすぎだろ。後半になるとモンスターが巨大になるので、必然的に調出が当てやすいんですよね。お手軽に属性ダメージを出せるチャークは、ウカムを越すのにおすすめです。なんだかんだ、アカムとカダレンも調出でしばいたしな。さあ、そろそろ決着つけようぜ。上位ラストの調出、景気よくお願いしますよ。これで G 級ハンターになるんじゃ。行きましたね。お疲れ様でした。タイムは12分台か。こんなもんでしょう。タフではありましたが、別に強くはなかったですね。これで素材を集めるとなると大変なんだが、倒すだけなら後ろ足狙ってればいいからね。そもそも、上優カムの素材はあんまり使った覚えがないや。G 級はフォーグの方で大活躍なんですが、上位は最後の最後ってのもありますからね。一応、ウカムも凍傷つくんだよね。リベリオンあるからいらないけど。宝玉出ました。残念ながら用途は少ないですが。ともかく、これで G 級昇格だ。ギルドマスターに報告しよう。ようやっと大老殿に堂々と入れるな。
前回は緊急事態でしたしね。この瞬間から G 級探索も解禁になるね。いよいよ最高ランクまで来ました。次回は G1 やっていきましょう。まずは、どんな装備組を目指そうか、普通にプレイヤーとして楽しみだ。はい、ということで、上位ラスト回でした。回の時は何も思いませんでしたが、上位まで来るとちょっと感慨深いです。ここから、MH4G 本番って感じだね。面倒なクエストも増えてくる。その都度装備をしっかり整えて、次回からも頑張りましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。